元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回はより正確に直角垂直な木箱を作るためのサポートガイドを制作しました。以前は簡単に木箱を作る方法について解説した動画も配信していますが、今回はより直角垂直が正確な木箱製作用です。木箱を直角に製作する方法として、コーナークランプやバンドタイプのクランプを使う方法もあります。でも実際にはホームセンターで購入する DIY 木材は反り曲がりとかがあって、それをある程度矯正する必要があります。そうすると先ほどのクランプではカバーできない場合があります。そのあたりもサポートできるガイドになっています。で、今回の動画では丸ノコと丸ノコガイドを使って正確に細切りする方法についても解説しています。それでは制作動画スタートです。今回の木箱製作サポートガイドは構造自体は非常にシンプルです。垂直で直角な4つのパーツから構成されていて、これで大きさを自由に変えていきます。今回はベニヤ板から切り出して製作しましたけど、このカットが正確に作るのがちょっと難しいなっていう場合は工作材を使ってこういった形で組み上げるだけなので、そういった方法でもありだと思います。板厚についてはある程度クランプで押さえたりとか負荷をかけるので 9mm 以上の板厚はあった方がいいかなと思います。特にガイドやジグを製作する部材としてベニヤとか工作材を購入した時なんですが、まず一番最初にこの直角が出ているか、これを確認します。だいたい出てるものが多いと思うんですけど、中には直角でないことがあるので、直角であることを信じてカットしていくとだんだん曲がっていったりとかすると、せっかく買ったベニヤが無駄になってしまうので、先に必ず確認をしておきます。こういった丸ノコガイドを使ったカットでは本来この墨線に対してこちら側が寸法通り残す方で、こちらが切り捨てる方になります。細いものだとこういったものを逆にしてしまうと安定感がないので、置き方とするとこういう置き方になります。その時にこの墨線に丸ノコガイドを合わせてしまうと、ここが丸ノコのハーツ分細くなってしまいます。そういった時は丸ノコガイドに丸ノコを乗せて、カットする部材に当たらない程度に丸ノコの刃を出して、そしてこのチップの角で合わせていきます。こちら側を合わせたら、あとこちら側に丸ノコをずらして合わせる。そして動かしてみて墨線の位置確認して問題がなければこれでカットします。それでも心配な時は実際にチップから端までの距離を測って、これでセットすると正確に希望する寸法にカットができます。
それではこのサポートガイドの設置の方法と木箱製作の手順について解説します。この木箱のサポートガイドを使うにはなるだけ平らな台を用意してください。設置のポイントは正確な寸法で正確にこのサポートガイドを配置することです。そしてこの距離は木箱の内径で換算します。最初はこのサポートガイドを仮止めしていきますので、裏に両面テープを貼っています。まず最初に1つ目を配置していきます。こういう中央で組む方法もあるし、この台の直角が出ている場合はこういう角スタートでもいいと思います。今回は真ん中で作ります。こういう台の上でサポートガイドを配置するときはなるだけ台に対して平行直角の方がいいと思います。これ自体が曲がっていると組んでる時にあれこれもしかして曲がってないかってだんだん疑うようになっちゃうので、なるだけ見た目にも直角に置いた方がいいかなと思います。次にこのガイドを設置していきます。その時に使うのはまっすぐなアルミアングルとかまっすぐな材料を使います。それとコンベックスです。この面を合わせればここの直線は出ています。あとは距離です。今回は35センチにします。次はこの短い辺です。ここはじゃあ30センチにしようと思います。これで3つが出来上がって、あとこの1つこれを配置していきます。これで4つのサポートガイドの配置が完了しました。初めて使う時ちょっと手こずるかもしれないですけど、やっていくとだんだん慣れてくるかなと思います。で、最後に実際ちゃんとこれが直角になっているかどうかの確認として、この対角の長さを測ります。この2つの長さが同じ長さであれば直角と判断します。これで正確な直角と垂直寸法が出ていれば、こういった木材を角に合わせてこの角で墨線を引きます。それでカットした断片の板を置いて、今度は長手方向を墨付けします。角を合わせてここで墨付けをします。で、カットした長手方向もこういった形でセットして、であとは
クランプで留めてビス打ち、もしくは木工用ボンドを少しだけつけて仮止めをしてビス止めをすれば垂直で直角な木箱の枠が完成します。いかがだったでしょうか。木箱を作る上で正確に組み付けるにはいろんなアプローチがあると思うんですけど、今回はその一つの方法としてご紹介させていただきました。正確な木箱が作れると重ねてインテリア用の収納箱にしたり、きっちり組み上げたいスピーカーとかの箱を作ったり、いろんな使い道あるのかなと思います。モッドチャンネルではこのような制作動画、ジグ制作、初心者講座などを配信しています。また、モッツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。こちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。